おい、うるせえぞ。さっさと泣き止ませろよ。故郷へと帰るための夜行バスでぐずり始めてしまった娘を必死にあやしながら、私は後ろに座っている男性に何度も何度も謝る。しかし私の不安が娘にも伝わってしまっているのか、娘はなかなか泣き止んでくれないどころか、さらに大きな声で泣き始めてしまった。お前、いい加減にしろよ。母親失格だな。そんな心ない言葉を吐き捨てられ、私の目に涙がにじみ始めた時、別の席に座っていた男性が立ち上がってずんずん歩いてくると、じろりと私たちを睨みつけて、私は奥山由香、青森県の出身で、地元で出会った優しい夫の直人君と結婚して、お腹の中の子の成長をゆっくり見守りながら幸せな日々を送っていた。しばらくは夫の仕事も安定していて、住み慣れた青森県での生活に少し安心していたところもある。しかし、娘のマナが生まれてすぐに東京への転勤が決まってしまい、初めて故郷を離れることになってしまった。そして、そんなドタバタした日々の中にも嬉しいことはあるもので、28歳になって私は新しい命を授かった。今は妊娠5ヶ月目で、1歳になったマナを見守りながら、お腹の中の子にも気を使う日々を送っている。でも嬉しい気持ちがある反面、2人の子供を育てながら本当にここでやっていけるのかという不安が私の中で渦巻いている。生まれてから故郷の青森を出たことがなかった私には、東京に知り合いはおらず、話す時には気をつけていないと方言が出てしまって変だと思われてしまうことを気にして、なかなかこの土地に馴染めずにいた。それでも頑張らないと自分を奮い立たせて、マナを連れて公園に出かけても、小さい頃から内気で引っ込み思案だった私は、公園で同じ年くらいの子供を連れて仲良さそうに話しているママたちに入っていく勇気も出なかったのだ。それを夫に相談したくても、転勤してきたばかりで毎日激務の夫は深夜に帰宅してきて、私の話を聞く暇もなく、ご飯を食べてシャワーを浴びたら明日も早いからと言ってすぐに眠ってしまう。ならば休みの日に少しでも話を聞いてもらおうと思っていると、休日出勤になることも多くなり、疲れ果てている夫を見て私はさらに相談しづらくなってしまった。そうよね。直人くんが頑張ってるんだもん。私も頑張らなきゃ。そう決意したところで、人はそんなに簡単には変われない。周りに頼れる人もおらず、唯一の救いのはずだった夫のサポートも期待できない日々でも、毎日の買い物には必ず行かなければならない。1歳を過ぎたマナは何にでも興味津々で、家でも何か危ないことをしないかヒヤヒヤすることも多くなってきた。そしてお留守番をさせるわけにもいかずに、一緒にスーパーに連れて行けば少し目を離した隙にすぐいなくなってしまう。慌てて探して見つけた時にはもう遅く、お肉のパッケージに指を突っ込んで穴を開けてしまっていて、それを見た店員さんからこっぴどく叱られてしまった。まったく子供一人まともに見れないなんて、あなた親として失格ね。そう怒鳴りつけられた私は慌てて何度も頭を下げ、必死に涙がこぼれそうになるのをこらえた。しかしそんな私を見ていたマナは泣き出してしまい、私は店員さんだけでなく他のお客さんの視線も気になってしまい、結局その日は何も買えずに家に逃げ帰った。そして私はそんなストレスもあり、マナを妊娠していた時とは違い、ゆっくり休める環境ではなかったこともあって体調を崩しがちになっていた。さらにこんな状態で元気いっぱいなマナを連れてスーパーに買い物に行くことが怖くなり、仕方なく近所のコンビニで買い物を済ませるようになった。しかし運悪く、そのコンビニの店長さんもとても怖い人だった。長時間の立ち読み客やコンビニの外でたむろしている学生には、
客の邪魔になるのがわからないのかと容赦なく怒鳴りつけ、どんな人でも追い返してしまう。それもそのはずで、その店長さんはまだ30代くらいの若い人で、がたいが良くて腕っぷしが強そうに見えるのだ。本当に喧嘩になったら強いのかどうかは置いておいて、そんな人にあんな風に凄まれてしまったら、私も震え上がって逃げてしまうだろう。そんな様子を何度か見てしまった私は、マナが騒がないうちにと思い、いつもさっさと買い物を済ませて、店長さんと目を合わせないようにして静かに家に帰ることにしていた。その日も家の玄関でどさっと買い物袋を置いて、走っていくマナを見て思わずため息をついてしまう。どうして子供がいるだけでこんなにこそこそしなくちゃいけないの？そんな風に思うことが次第に増えていき、どんどん気分が落ち込んでしまい、食欲もなくなって鏡に映る自分の姿を見てひどくやつれていることにショックを受けた。ある日、そんな私を見かねた夫が私にとある提案をしてきた。やっぱり慣れない土地でずっといると疲れるだろ？だからさ、たまには青森に帰って実家でゆっくり過ごしておいでよ。気持ちは嬉しいけど、そんなことできないよ。夫が私を気遣ってくれたのは嬉しかったけれど、実家に帰るためにはどうしても飛行機や新幹線に乗ることになり、他のお客さんもいる中で走り回って泣きわめくマナを想像すると、とても帰りたいという気持ちになれなかった。それでも夫は私がもう限界だということに気がついていたらしい。それから数日が経ったある朝、机の上にこれならゆっくり帰れるよという書き置きと一緒に夜行バスのチケットが置かれていた。昨日の夜は体調が悪くて夫のためのご飯を机に用意して、私が眠ってしまっている間にチケットを取ってくれていたようだ。そして熟睡してしまっていた私が気がつかないまま、朝早くにまた出張に出かけたようで、お礼を言うこともできなかったことに申し訳ない気持ちでいっぱいになる。でも確かに夜行バスはいい案だと私は心の中で夫に感心した。なぜならマナは熟睡すると夜中に起きることはめったにないし、お気に入りのお菓子やおもちゃを持って行っておけばなんとかなるかもしれない。さらにお昼寝をさせずにバスに乗れば心地よい揺れの効果も相まってすぐに眠ってくれるだろう。直人くん忙しいのに私たちのことこんなに考えてくれてたんだ。昨日の夜、夫が一生懸命いろんなことを考えてチケットを取ってくれている姿を想像して、私は久しぶりにふふっと笑ってしまった。そして実家に帰る夜行バスに乗る当日、私が大きくなったお腹にも気をつけながら、マナと一緒に夫が予約してくれた座席に座ると、すぐにバスはゆっくりと青森に向けて出発した。ゆったりしたシートにほの暗い照明、そして思惑通りバスの揺れのおかげもあって、昼寝をしていないマナはすぐに眠くなったのか、スースーと寝息を立て始めた。これなら安心だと私が少しうとうとし始めた頃、突然マナがバスを降りるとぐずり始めてしまったのだ。きっとこんなに長い時間バスに乗るのが初めてで、この環境に不安になってしまったのだろう。私は慌ててマナが好きなお菓子を差し出してみたり、寝ていたらすぐだよと伝えてみたけれど、何が気に障ったのか、さらに大きな声で泣き始める。するとちょうど私の後ろの席からちっと小さく舌打ちが聞こえて、思わずビクッと体が揺れた。ちらりと席の間から後ろを確認すると、そこには不機嫌そうな中年の男性が座っていて、さっさと黙らせろよと低い声で言い、ぎろりと私を睨みつけた。その瞬間に私の額からは冷や汗が噴き出し、なんとか笑顔を作りながらマナのお気に入りのおもちゃで気を引いてみるけれど、全く効果がない。そして私が手をこまねいているうちに、マナの泣き声はどんどん大きくなり、ジタバタと暴れ始めてしまった。
なんとか前の座席を蹴ることだけはさせないように体を押さえているけれど、それも気に入らないようで、耳をつんざくような鳴き声がバスの中に響き渡る。その時、ドンと私の背中に大きな振動が伝わってくる。後ろから座席の背を蹴られたと気がついたのは少し時間が経ってからだった。驚いて振り向くと、わざわざ座席を立った男性が私を上から覗き込むようにして、じろりと怒りのこもった目で睨みつけてくる。おい、さっきからうるせえんだよ。早く泣き止ませろよ。そう言われても私にはこれ以上どうしようもない。できることは全部したのに、どうして泣き止んでくれないの？ったくよ、お前のせいで睡眠不足になって商談がうまくいかなかったらちゃんと責任取ってくれんだろうな。てかガキ一人面倒を見れないとか母親失格だろ。その言葉にガツンと頭を殴られたような衝撃が走った。手が震えて息もうまくできない。泣きわめくマナに手を挙げてまで黙らせようとする自分を必死に抑えながら、すみませんと謝ることしかできない。すると私の斜め前に座っていた男性がすっと立ち上がり、こちらを睨んでうるせえなぁと声を上げる。そんな男性の言葉に私はさらに鼓動が速くなって涙が出そうになったが、さっきから私を責め立てている中年男性は自分の味方が現れたことに気をよくしたのか、ニヤニヤ笑いながら、ほら見ろ、みんな思ってるんだよとさらに私を追い詰めてくる。それでも謝ることしかできない私にさっきの男性が近づいてきた。もうこれ以上責めないでよ。この子に手を挙げる母親になりたくないの。そう心の中で叫んだとき、目の前に立つ男性はぎろりと中年男性を睨みつけた。うるせえのはお前だよ、おっさん。チケットちゃんと見ろよ。まさか自分が怒鳴られるとは思っていなかった中年男性はポカンとしていたけれど、こわもての男性に凄まれて慌てて自分の夜行バスのチケットを確認した。するとそこにはちゃんと東京から青森と書かれていて、ふんと中年男性が嫌な笑みを浮かべると、こわもての男性はため息をつきながらそのチケットの上の部分を指さした。ここだよ。子供優先号ってちゃんと書いてんだろ。そう言われた中年男性はえっと声を漏らす。そのチケットに書かれている通り、この夜行バスは子連れでも快適に乗れるように子連れに優しい配慮がされたバスだった。その名の通り、子供連れの母親や家族が優先なので、子供が泣いたり騒いだりしてもお互い様で安心できると最近人気が出ていた。さっきまで私を責めていた中年男性はこのバスが子供優先号だと知らなかったようだ。おそらく同時刻に発車する普通の夜行バスと間違えてこのバスのチケットを買ってしまったのだろう。そして自分のことに精一杯で周りがよく見えていなかった私が見渡すと、前の方にもう一人二人子供連れのお母さんたちがいて、この騒ぎで目を覚ましてしまった子供たちが一斉に泣き始めてしまい、あやすのに苦労している。しかしその子たちもなかなか泣き止まず、途端にバスは大騒ぎになってしまったが、このバスに乗っていた人たちは子供たちでもそのお母さんたちでもなく、中年男性を睨みつける。乗客全員を敵に回したことにようやく気がついた中年男性はうろたえているが、畳みかけるように目の前の男性は口を開く。ようやくわかりましたか？僕たちは泣いたり騒いだりする子供たちに文句を言う権利はありませんよ。それを了承して乗っているんですから。それでも気に入らないなら次のサービスエリアで降りたらいかがですか？でも残念ながら明日青森にたどり着くことはできなくなりますけどね。こわもての男性に詰め寄られた中年男性は、いやいいですと小さな声で言い、急におとなしくなって座席に座り直し、顔を見えないようにしてあからさまな寝たふりをし始めた。私はそこでようやくほっとして
慌てて助けてくれた男性にお礼を言おうとして思わずあっと声を上げてしまった。よく見るとどこか見覚えがあると思ってはいたが、彼は近所のあのコンビニの怖い店長さんだった。私の様子を見て店長さんも気がついてくれたようで、災難でしたねといつもとは違う優しい目で話しかけてくれた。そして店長さんはまだぐずっているマナを膝に乗せて私の隣に座ると、この子が落ち着くまでと笑い、自分の奥さんも私と同じく第2子を妊娠中で実家のある青森に戻っているらしく、彼はそろそろ出産予定だからと急遽夜行バスで青森に向かうことになったのだという。そんな連絡を受けてチケットを予約しようとした時には、もう普通の夜行バスは満席で、この子供優先号の座席を予約したらしい。店長さんの話を聞いているうちにマナはすっかり泣き止んで、おじちゃんおじちゃんとニコニコでご機嫌な様子だ。それを私が不思議に思っていると、店長さんは子供が好きで、いつも私がコンビニで会計を済ませた後にマナにこっそりと笑って手を振ってくれていたというのだ。まさかそんなことをしてくれていたなんて思っていなかった私は、体型や目つきの鋭い顔だけで店長さんを怖い人だと判断してしまって、そっけなく帰ってしまっていたことを謝罪した。すると店長さんはマナの頭を撫でながら少し寂しそうな笑顔を見せる。僕は子供の笑顔もそうなんですけど、泣き声にも元気をもらえるなって思うんです。本当は地域のみんなで協力して子育てしなきゃいけないのに、今の世の中は子供を厄介なお荷物みたいに排除しようとするじゃないですか。私は店長さんのその言葉に心の底から共感した。少なくとも自分たちが子供の頃は近所の人たちみんなが見守っていてくれた気がするのに、今ではそんなこともなくなり、それよりも自分の子供が何か危ない目に遭わないか心配する機会の方が多くなってしまったように思う。私がそんなことを考えて暗い顔をしていることに気がついたのか、店長さんは笑いながら、今度店に来た時は僕が娘さんを見ますからゆっくり買い物してくださいねと言ってくれた。そんな優しい言葉を私はずっとどこかで諦めながら待っていたのかもしれない。ポロポロとこぼれ落ちる私の涙をマナは泣かないでとゴシゴシと手で拭ってくれた。その後私たちは無事に青森に到着した。コンビニの店長さんとはその場で別れて、また東京に戻ったらと笑い合った。そして私はやつれてしまった両親に心配されながらも、故郷でゆっくり過ごして元気を取り戻してからマナと一緒に夫の待つ東京行きのバスに乗った。家に帰って早々に夫は私に本当にごめんと深々と頭を下げてきた。一体何があったのか尋ねると、私たちが青森に行っている間、夫は自分一人で買い物や料理、洗濯や掃除をしようと意気込んでいたらしいのだが、あまりにも大変で途中で音を上げてしまったのだという。その話を聞いてそろっと玄関から部屋を覗くと、確かに悲惨な状況になっていて、私は思わず笑ってしまった。ごめん、部屋もぐちゃぐちゃで。俺一人で家事も育児もやるってことの大変さが全然分かってなかった。仕事を言い訳にして本当に恥ずかしいよ。これからはちゃんと手伝いたいんだ。今までの分も含めてさ。直人くんが仕事で忙しいこと、私も分かってて一人でやらなきゃって頑張りすぎてたみたい。そんな風に謝ってばっかりだけど、ちゃんと直人くんが私とマナとお腹の子のこと考えてわざわざあのバスを見つけてくれたこと、すっごく嬉しかったよ。それから私たちは一緒に部屋の片付けをして、久しぶりに家族で食事をした。マナもお父さんと食べるご飯が楽しいようで、今日はずっとご機嫌だった。そして夫は宣言通り残業を減らして洗濯物を畳んでくれたり、買い物に一緒に行ってくれるようになって、今は楽しく毎日を過ごしている。あのコンビニの店長さんはというと、相変わらず迷惑客には厳しいけれど、私が立ち寄ると笑顔になってマナの相手をしてくれるようになった。
しかも子供の扱いがうまいようで、マナはまたコンビニ行きたいと笑顔で私に話すくらいだった。私がそんなマナと店長さんを微笑ましく見ながらゆっくり買い物をして、いつもすみませんと頭を下げると、店長さんはニコッと笑う。これは僕の持論ですけど、親が笑顔でいないと子供も笑顔になれないと思うんですよ。だから少しずつでもいいから子育てを頑張る人たちがいつも笑っていられるような、そんな世の中にしていかないとね。私がその言葉を聞いて微笑むと、店長さんの膝の上にいたマナがママニコニコねと笑う。そんなマナの笑顔を見て、私も店長さんの言うような世の中になるように少しずつ頑張ろうとそっと心に決めた。